こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まずオンチェーン関連では、ブータン政府が新たに 367BTC をバイナンスへ送金しているのが観測されています。残りは 12,200BTC となってますね。先月末、930BTC 送金された時も取り上げましたけども、売却継続となっています。あとはマイナーポジション指数 MPI の下落も注目されています。これはマイナーの現物保有量が反映されてまして、マイナーらの現物売り示唆となってますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 5.2 億ドルの純流出となってます。ブラックロックも 1.2 億ドルほどのプラスとのことなんで、全体での流入記録は6日でストップとなりそうです。総取引量が5000億ドルに到達したことなども話題になってますけども、現物 ETF ともに売り傾向となってますね。イーサも流入がなく、現時点ではマイナスとなってます。ビットコインの価格は現在 88,200 ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、米 PPI、米新規失業保険申請件数、メキシコの中間政策金利などがありました。米 PPI は前回を上回る結果、新規失業保険申請件数は前回を下回る結果で、米経済改善示唆となっています。指標発表以降はですね、一時的に米金利は下落してるんですけども、米市場開場後は米株各指数、ビットコインともに調整となってまして、ビットコインは一時87,000ドルまで下落してます。あと、要人発言の方では、パウエル議長の声明もありまして、米経済は良好で、利下げを急ぐシグナルもないという発言から、市場は高派と捉えて、こちらも金利高、米ドル高要因となっています。市場は米ドル高傾向継続となってますね。米国債は 4.45 を推移しておりまして、ナスダックが 2896、S&P500 が 5941、ダウ平均が 43,750、金ゴールドが 2,568 ドル、日経平均が 38,842 円、ドル円が 156.40 円となっています。先物の方では OI は全体でマイナス 0.31%、額としては545億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.9%、バイナンス日はロングが 52.4% と上売りになっています。今後の指標としては、本日11月15日に米ニューヨーク連銀製造業景気指数、中国と米国の小売売上高、11月19日に米証券投資、米住宅着工件数、11月20日に中国のローンプライムレート、CPI、PPI などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ビットコインの AT 値更新は2025年まで続くというバンエクラの見解が注目されたりしています。そしてオンレイチャン企画ですね。昨日の私の予想では、調整が米市場開場中なのか、それとも平常後なのかが焦点になると。ただ最近の指標警戒の動向ではギリギリまで調整に入らない傾向にあるんで、米市場が閉まった後 AM6 時以降のアジア時間に調整が入ると予想して、11月15日 AM6 時時点では昨日の 89,900 ドルよりも上という方にベットしました。結果としては昨日の米市場開場後、米株とともにビットコインは調整に入りまして、この企画の判定時間11月15日 AM6 時時点では 87,612 ドルということで 89,900 ドルよりも下なので外れです。この企画むずすぎる。気を取り直して明日の予想ですね。現在の価格は 88,145 ドル、指標としては今週の最重要指標、米小売が控えております。当初のシナリオでは、この米小売に向けて10万ドルへの攻防に向かって、調整に入るというシナリオでしたけども、現段階で調整に入ってるんで、そのまま続落となるか反発となるかというところですけども、気になるところとしては、現物と ETF の売り、あとこの米小売が終わったら指標が一息ついて、市場も休みに入るんですね。前回休みに入った時も熱が収まらず続伸してました。何もない状態でも米ドル高傾向が続いているというのも考慮しないといけないですね。微妙ですけど上ですかね。警戒解放からの反発に期待したいと思います。なので11月16日 AM6 時時点のビットコインは今の 88,145 ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら15分足では 87,000 ドルの底あたり、時間足ではここを下に抜けたら8万ドルあたりまで余裕がある形、週足では大きな上髭がついた状態となっています。本日の重要指標、米小売は22時半となってますね。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。
あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3077ドル、BTC 建ては 0.0348 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.6%、額としては170億ドル相当、比率として全体ではショートが 50.4%、バイナンスにはロングが 75.0% と、全体では下売りになっています。イーサ関連の話題では、フランクリン・テンプルトンのオンチェーンマネーマーケットファンド FOBXX がイーサチェーンにも展開されたことが話題になっています。BTC 建てが再び 0.035 を割ってますね。ファンドでは連日明るい兆しが出てますけども、いまいち単独で強くなりきれてないのが現状です。BTC 建てはここで耐えられれば 0.04 を超えられるかどうか、ここを下抜けするとなると 0.030 が見えてきます。再度反発できるのか注目ですね。あとその他の動向では、これは確かなソースがないんで、海外メディアは今のところ取り上げてないんですけども、X 上で騒がれていることでは、SEC ゲンスラー氏の退任示唆声明や、トランプ大統領が米国の仮想通貨税をゼロにすることを提案したというのが話題になっています。で、ゲンスラー氏の退任示唆声明に関してはですね、拡散されている画像を見ると、最後にという言葉から SEC スタッフへの感謝の言葉が綴られてまして、これが退任を匂わせてるんじゃないかとされています。あとトランプ大統領の仮想通貨税ゼロ提案に関しては、これでまた米国での仮想通貨投資が加速すると見込まれて、一部で盛り上がってますね。他 SEC トランプ関連ではですね、共和党の司法長官18名と DeFi 教育基金が仮想通貨を投資契約に分類した SEC を提訴したこと、あとは共和党が下院でも過半数獲得濃厚だということなどが話題になっています。この2つは各メディアも取り上げてますね。あと他ではテザーが RWA プラットフォームハドロンの立ち上げを発表したこと、ペンシルベニア州でビットコインと仮想通貨系 ETF に投資する法案が提出されたこと、あとはビットフィネックスのハッカーリヒテンシュタイン氏に懲役5年の判決が下ったことなどが話題になっています。で、テザーのハドロンに関してはですね、宝石や服やゴルフコースなどユーザーがあらゆるものをトークン化できるプラットフォームとされてまして、資産のトークン化 RWA がより身近になるものとされています。あとペンシルベニア州の法案に関しては、ペンシルベニア州自体がビットコインと暗号通貨 ETF に投資する法案とされてまして、こちらも開発要因として期待されています。あとビットフィネックスのリヒテンシュタイン氏に関しては、通常の詐欺マネロンではですね、最高20年の懲役と見られてるんですけども、ビットコインフォーク事件の捜査に協力したこともあって懲役5年で収まったとされてますね。あと NFT 方面ではトゥードゥルスがマクドナルドとの提携を発表してます。マックでドリンクを購入するとドゥードゥルスコラボのアイテムと引き換えられるコードが提供されるとのことです。久しぶりの大手提携ファンドとなってますけども、ドゥードゥルスのフロアもここ数日で上がってますね。また NFT に需要が生まれるのか注目ですね。あとアルト関連ではこの調整相場で XRP が高騰してます。ファンドとしてはフランスの銀行ソサエテ・ジェネラルの子会社 SG4G が提供しているユーロステーブルユーロ CV が XRP レジャーで展開されたことなどが話題になっています。XRP の価格現在 0.82 ドル、BTC だってはプラス 20.6%、時価総額は7位ですね。時価総額では同時が意識されて引っ張られている感もありますけども、系列のステラなども上がってますね。節目の1ドル突破となるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では VC のポータルベンチャーズが7500万ドル調達、DeFi のフォルクスファイナンスが320万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。